こんにちは、コッパです。前回に引き続き FS-AHF の修理です。ケミコン3つ付け替えて簡単修理のつもりでしたが、世の中そんなに甘くありませんでした。故障箇所を調べます。最も怪しいところはもちろん液漏れしていたハイブリッド IC ですが、電源が安定していない場合でも映像と音声両方に影響を与えます。うっすらと表示していたことから映像信号は出ているようですので、映像信号の発生源であるメインボードは後回しにして、電源ユニットとハイブリッド IC を先にチェックしようと思います。まず電源ユニットのチェックです。いろいろと調べてみましたが、電源ユニットのピンアサインの情報が見当たりませんでした。カセットのピンアサインは見つかりましたので、そこから電源ユニットのピンアサインを推測します。このようになってました。青とか黒が想像していたものと違いました。 AHF はスイッチング方式の電源なんですね。この時代では珍しいですね。この後の A1WX はトランス電源に戻っていますが、何か問題があったのでしょうか。グランド OK、 赤 OK、 黒 OK、 黄 OK、 白 OK、 オールクリアです。ハイブリッド IC にプラス 5V が入っているか確認します。上に並んでいるピンが入力側で下が出力側です。右から2番目がプラス 5V。 OK。 RGB エンコーダの電源を確認します。 K73T と書かれたチップの12ピン、左上が VCC です。このチップで RGB 信号からコンポジット信号を作ります。 OK。 電源は問題なく来ていますね。入力信号を確認します。定格は 3.58MHz です。問題ないですね。しっかりトリガーを調整していないのでバケバケですが、信号があるかどうかをざっくり見ていきます。映像信号は来ていますね。一安心です。同期信号もありますね。入力された信号が RGB エンコーダまで届いているか確認します。2、3、4番ピンが RGB 入力です。入力はありますね。21、22、23番ピンが RGB の出力になります。下の右から2、3、4番目です。あれれ。RGB 信号が出力されていません。ここで映像信号が途切れています。その隣がコンポジット信号です。コンポジット信号も出力されていません。これがこの RGB エンコーダのデータシートにありました。RGB 信号は増幅してそのまま出力されているだけのようですよね。入って出すだけの RGB 信号すら出ていないとなると、
このチップの故障ではないでしょうか。音声信号も見ておきましょう。このチップの8番ピン、上の左から5番目がオーディオインです。その一つ左がオーディオアウトになります。信号は出ていますが振幅が 0.1V なので微弱です。入出力どちらも同じような波形ですね。まず映像から片付けましょう。このチップはシールが貼られていて見えませんが、ソニー CXA1145M 550円で純正品が売られていました。お手頃価格出し取り替えてみます。さて、これ外すのどうしましょう。ケミコンが嫌な位置にあります。近くに小さな部品もたくさんありますね。液漏れでチップの足がかなり腐食しています。ランドがかなり剥がれやすくなっているはずです。そうなるとヒートガンは使えません。かなりの縛りプレイです。そんな時はあれがありました。鋼の剣、ローズメタルです。万能の低融点ハンダですが、周りの部品を巻き込むのが嫌なとこです。マスキングテープでがっちりガードします。フラックスは粘度のあるものをたっぷり塗ります。既存のハンダに低融点ハンダをなじませていきます。腐食しているのでハンダがなじみにくいですね。弾きます。コンデンサの足の切れっ端を乗せます。これで熱の通りが格段に良くなります。ハンダゴテは350度設定です。取れました。ランドを1枚剥がしたかとドキッとしましたが、使われないピンで元からランドがありませんでした。セーフです。でっかいメタルスライムが2匹いるので掃除します。ブーブー便利です。
やはりランドがかなり腐食していますね。剥がれなくてよかったです。取り外したチップをチェックします。電子部品が故障して内部でショートすることがあります。両端がグランドと VCC なので同通チェックをしています。このチップ息がいいですね。暴れます。ショートはないですね。ランドの縁がかなり腐食しているので、これ以上侵食されないように対策しましょう。コンデンサの液体はアルカリ性なので、酸性のホワイトビネガーで中和します。これを使います。ホワイトビネガーには水分が入っていますので、 IPA でしっかり水分を飛ばして乾かします。注文した部品が到着しました。取り付けます。まずフラックスをたっぷり塗ります。位置を合わせて仮止めします。取り付けもいろいろな流派がありますよね。 C 型や K 型の小手先で縦にスッとなぞってつけるのがかっこいいですが、細いピンだと引っ掛けて曲げてしまいそうで、慎重派の私はピンと平行になぞるようにちまちまとつけます。これぐらい太い足なら気にすることないですけどね。思いっきりブリッジしていますが、まだ慌てる時間ではありません。大丈夫です。
次、反対側です。逆シングルなのでやりづらいです。ピンセットで足がちゃんと溶接されているかチェックします。全部確認しましたが問題ありませんでした。テスターでブリッジのチェックです。全部調べましたが問題なしです。取り外していたケミコンを戻します。動作テストです。あら、ダメです。状態変わらずですね。お城で RGB エンコーダの信号を確認しましたが、出力なしの同じ状態でした。ということは、このチップは壊れていない。むむむ。RGB エンコーダの出力が出ません。何か見落としがあるようです。入力信号をもっと詳しく調べないといけないですね。チャンネル登録や高評価、コメントなどで応援していただけると大変嬉しく思います。ご視聴ありがとうございました。またね。